今は大きいゲーム待ちで5-5をしています。アンダーザガンで私は9-10のハート、レイズ20ドル。アーリーポジションが3ベッド110ドル。これ結構デカめの3ベッドなんですけども、この子とは一緒に車に乗ってカジノに来ました。なので、戦ってやろうじゃないか。私はコール、ヘッズアップ。フロップはエース、ジャック8、ハートが1つ。私はオープンエンドのストレートドローとバックドアのフラッシュドローがあります。私はチェックすると相手は115ドルのベッド。こういうボードを見たいがために私はフリーフロップでコールしてるので、もちろんフロップでもコール。ターンは5のハート。ストレートは引けなかったんですけども、ハートのフラッシュドローがつきました。私はチェック。相手はベッド200ドル。ポットに対してベッドがかなり小さかったので、私の反動なかなか強いし、ここでフォールドしてくれたらいいかなと思って、チェックレイズのオールイン1400ドル。コールされたら最悪引けばいいとか言うてる間に相手はスナップコール、トゥワイスすることにしました。一つ目のボードはクイーン。二つ目のボードは2。はい、フラッシュは引けなかったんですけども、一つ目のボードでストレートを引くことができました。なんと相手のハンドはトップセット。めちゃくちゃ強いやん。このハンド私たちはチョップ。このハンドはストラドルが入ってて5-5-10です。私はアンダーザガンプラス1で黒色の6ポケ30ドルにレイズ。ボタンのプレイヤーがレイズ105ドル。ここでビッグブラインドのプレイヤーがそれをコールドコール。私もコールで3ウェイ。フロップは527、ハートが2つ。ビッグブラインドと私はチェック。ボタンのプレイヤーはベッド200ドル。ビッグブラインドはフォールド。私はこの1回のベッドではまだフォールドできないのでコールしました。ターンは3のダイヤモンド。私チェック。相手もすぐにチェック。リバーは6のハート。はい、なんとセットができました。だけどフラッシュも完成されてるし、4-1枚でストレートです。相手に4あることは多分少ないやろうし、オーバーペアとかからそういうのにもコールしてもらいたいし、自分がエース10、エースジャックとか持ってる時に、自分より強いエースを下ろすため、エースクイーン、エースキングとか、そういう時もブラフすることがあると思うので、ベッドにはバランス感が大事。多分、はい、相手は結構悩んでます。悩んだ結果、相手はコール。こんだけ悩んでたら勝ってるやろ。Oh my god. 5-8? と思ったら、相手フラッシュ。しかも、5-8。そんなハンドに3ベットされてた。はい、大きいゲームの席が空いたので、そっちに移動しました。今回プレイするゲームは、10、20、40。一発目のハンドは、アーリーポジションで赤色のテンズ。レイズ110ドル。すると、ボタンのプレイヤーが3ベッド340ドル。実はこのゲーム、10、20、40とゲームが大きいのに、バーインの制限が3000ドルだけです。私が思うに、こういったバーインに制限があるゲームでは、フリフロップでオールインとか結構多めになって、大きいスタックを作るのが一つの戦略やと思います。フロップでもドローでオールインしたりとか、そういうのが多くなる傾向があると思います。そうじゃなくても、ステークスに対して相手のスタックが小さかったので、私はオールインしました。相手はスナップコール。これは全然良くないな。良くて勝率が五分五分で、ほとんど負けてます、多分これ。10 high. King good. 10 high. King good. Yeah, Jack's King good. good. King good. 10 high. King good. No. Oh my god. お相手はクイーンズで、私は10引けずに負けました。Oh, you like this roll? Oh, that's what you do. Yeah, yeah. はい、このハンドも一緒のゲームなんですけども、シートチェンジして真ん中の席に行きました。はい、このハンドは撮影途中からです。ハイジャックがレイズ100ドルで、私はカットオフで10と2のヘボハンド。ヘボハンドで3ベッド250ドル。すると、ハイジャックのプレイヤーが4ベッド500ドル。もうすでに250ドル出してるし、あと250ドルでフロップ見れるんやったら、コールでしょ。ってことで、コール。ヘッズアップでフロップは229。ポーカーってこんな簡単やったっけ？ここでお相手は、ポット1200ドルに対して、たったの150ドル、ベッド。Let's do this. ターンとかでダイヤモンドが落ちて、バリュー取れなくなるのが嫌だったので、私はここで大きくレイズすることにします。レイズ1350ドル。すると相手はオールイン2000ドルぐらい。私はコールしました。トゥワイスすることに。一つ目のボードは8。リバーも8。二つ目のボードは6。最後のリバーはクイーン。私は自分のヘボハンド。だけどフロップで最強ハンドを見せるとみんなの反応なんかやばかった。お相手はキングスでした。はい、次はアーリーポジションでポケエースです。レイズ125ドル。ミドルポジションカットオフ。ビッグブラインドコール。4ウェイ。
フロップは10、6に全部ダイヤモンド。まあこんだけプレイヤーおったら誰かフラッシュ持ってるでしょ多分。このボードで私のワンペアあんまり強くないと思うので、ポットコントロールでチェックするとみんなもチェック。ターンはキングのクラブ。ここでビッグブラインドが300ドルのベッド。まあ誰かフラッシュ持っててもおかしくないって思いながら、持ってないことを願って私はコール。だってフォールドしたくないもん。他のプレイヤーフォールドでヘッズアップ。はい、リバー行きます。リバーはエース。はい、トップセットできちゃったよ。フラッシュにも負けてるし、クイーンジャックにも負けてるし、でもこのリバーのベッドでフォールドできなくなったよ。セットできたから。これはいいカードなんか悪いカードなんか知らんけど、とりあえずリバーでそんなベッドしてくれないことを願ってます。ここでお相手は500ドルのベッド。私はコールとだけ言って自分のハンドをオープン。相手はフォールド。何持ってたか知らんけど。次のハンドはアンダーザガンがレイズ125ドル。私はアンダーザガンプラス1でエースクイーンのオフスート。3ベッド500ドル。相手コール。ヘッズアップ。フロップは4、8、9。ダイヤモンドが2つ。私はベッド400ドル。小さいポケットペアとか降りてくれたらいいなと思ってベットしました。相手はコール。たったのエースハイでポットがもう2000ドル。ターンは10のダイヤモンド。ジャック10とかにはペア作られたし、6、7にはストレート作られてるし、フラッシュドローにもフラッシュ作られて、もう最悪。相手チェックしたので私もチェック。リバーは2のダイヤモンド。なんかランナーでフラッシュできました。お相手チェック。私は900ドルのベッド。相手スナップコール。彼は5、6のダイヤモンド持ってました。これさっき私がヘボハンド持ってる時にキングス持ってた人です。彼はめちゃくちゃテルト中。はい、次は別のアングルで撮影しています。このアングルかさっきのハンドのアングル、どっちがいいですか？私はミドルポジションで6、8のハート、レイズ125ドル、ビッグブラインドコール、ヘッズアップ。フロップはジャック10、10、ハートが1つ。ビッグブラインドはチェック。まあ私はなんもないんですけども、ペアボードで私がフリーフロップレイズしてるんやったら、自分は何持っててもチョロベットする傾向があります。なので私は175ドルのチョロベット。お相手はコール。ターンは8。まあ私ペアできたし、ブラフする必要ないと思ったのでチェックしました。ここでベットしてコールされるのはキングクイーン、クイーン9、あともちろんジャックのペア、10のトリップス。なのでチェックでいいでしょう。リバーは4。ビッグブラインドチェック。私もチェックでショーダウン。お相手のハンドはポケット7。なんと私買ってました。イエーイ。次のハンドはアーリーポジションでクイーン10のオフスート。レイズ200ドル。なんかレイズ大きいですね、200ドルって。なんでか忘れたけど、まあなんか理由あったんでしょうね。ミドルポジション、ビッグブラインド、コール、3ウェイ。フロップはキング10、6、レインボー。私はミドルペアですね。私はベッド350ドル。ここでベットしてキングのペアにはコールされるんですけども、自分より弱い10のペアとか、ジャック9、クイーンジャック、あとエース6のスーテッド、ペアとバックドアフラッシュドローがあるとか、そういうハンドにもコールしてもらえると思います。ビッグブラインドのみコール、ヘッズアップ。ターンは4のスペード。ビッグブラインドチェック。私もチェックしました。リバーは5のダイヤモンド。ここで相手は200ドルのベッド。これポットに対してめちゃくちゃ小さいベッドやし、自分はトップペアがなくてあんまり強いハンドじゃないけど、まあフォールドできひんでしょ。なので私はしぶしぶコール。はい、するとグッドニュース。彼はクイーンジャックでストレートドローでストレート引けず、私のペア10が勝ってました。はい、ラストハンドです。アーリーポジション、右のプレイヤー、なんか結構前にキングス持ってた人が125ドルにレイズ。私はさっきと一緒のハンド、10と2なので400ドルに3ベットしました。右のプレイヤーはコール、ヘッズアップ。これ完全悪ふざけです。あんま真似しやんとってください。フロップはエース、クイーン3、スペードが2つ。相手のハンドレンジ何か分からへんけど、悪ふざけでブラフしようと思ってプレイしてるので、私はベッド。相手はフォールド。I know it's a bluff. I know. You This is Texas. はい、お疲れ様です。今、キャッシュゲーム終わりました。初めて行ったカジノで、どんなゲームあるかも全然分からへんくて、まあ、フラッと行ったら、10、20、40があったんで、それプレイしました。バインがゲームに対して小さくて、100ビッグバインでもなかったんかな？プレイして、負けて、最後に勝ってとかで、最終的には、収支はプラス2100ドル。ラッキーすぎる。キングスアイテムって時に、10ドゥースでレイズして、5ベットしてゴールして。まあ、anyway、みんなとフレンドリーで、
わざ LA から2時間って行くことはないかな、あんまり。またいろんなカジノ行って、これからもいろんな動画作れるようにします。おやすみ。